マーさんのレトロゲーのんびり実況始まるで。コナミワイワイワールド後半やります。どいどい。のんびり実況、前半はこんな感じでした。ゴエモン助けたで。そうして、シモンも救出しました。ほんで、マイキー助けた。さらに、コングを助けて、博士のところに戻ったところで、後半のスタートや。コナミレディーで。次はどこに行きますか？月風魔殿の風魔ステージじゃな。早口に磨きがかかる。背景怖いやん。地獄らしいです。風魔ってどんな人か知らんのよね。マーさんは月風魔殿、ほぼ未プレイです。やば。ダメージに。しょっぱなの雑魚、硬くて速くてダメージに。敵さんも本気出してきたな。地獄は伊達じゃないですね。この幽霊、初見やと無理やろ。ゴエモンステージの幽霊は優しかったですね。ほんまやな。しょっぱなの顔見せの底で体力半分削られてもた。なんとかなりますよ。コナミレディピンチ。コングに交代や。この高さはコングのジャンプ力以外では超えられません。超えたらすぐにコナミマンに交代。コングは温存。大胆な選択。攻撃力2倍のコングですと、大体の雑魚敵は一撃ですよ。コングでしか越えられん壁はまだあるし、コングさんに頼りすぎるんもいかなものかと。視聴者さんの手前、ちょっと見栄を張ってみようかと。なぜだかわかりませんがそう思ったんですね。次の高い壁までコングは温存。わかりました。越えづらかかないようにくれぐれもよろしくお願いします。そんな大それたこと言うてもた。しばらく敵が出ません。鬼頭が2体、身構える前に攻撃してきた。迎撃完了。次来ますよ。了解したのよ。こいつらだけやったら動きも単調やし余裕やね。コナミレディ、回復していきますか？立ち止まらずに進むで。ハート出したら優先的に取らせる方針で。では行きましょう。大ハート出現。やったやで。ここで敵が出なくなりました。ちょうどええ。ラミアみたいなヘビ女出てきた。この敵は原作でも出てくるのでしょうか？攻略サイトさん調べたら、月風魔殿の原作に、ヘビ男ってのはおるみたいや。そうなんですね。この敵は男って感じせんよな。なんとなくですから宮っぽさを感じますが、知っている視聴者さんいましたらコメント欄にでもよろしくお願いします。お願いします。どの敵も2発殴らんと倒せんのは結構しんどい。やはりコングで進めることを想定して作られているのかもしれませんね。ひとまずヘビゾーンをクリアや。次は何が出てくるか？あの強い幽霊が現れた。手加減お願いするわ。あの速い馬みたいな骨も出てきそうですね。あいつはなかなかノーダメージで倒せん。ほら。あら。ヤフー。きっと気回されています。たまらずコナミレディに交代。たまらんかった。またかよ。ダメージに。たらん。ダメージに。ここはジャンプでかわして、迎え撃つ。良いですね。1。とどまることを知りませんね。この先も次々やってきそうです。2体撃破。上空からは無理だ。足場も悪い。やばい交代。ナイス交代。コナミレディ、常のところで助かった。激しすぎやろ。骨馬が暴れ回って進めない。マイキーナイス。1。攻撃が止まない。大ハートが嬉しい。キリがないで。これは被弾覚悟で多少強引にでも進むべきか？そうする。倒したで。また幽霊から被弾。できればここからノーダメージで倒したい。軌道に合わせて飛び出り、命中。乗り切ったで。お疲れ様です。雑魚がいちいち強い。終盤な感じしますね。宝箱あるのでゴエモンに交代。コナミマンに食べさせたようです。このフロアはシモンがたくさんいます。シモンです。設定によると、吸血鬼に殺された人間の骸骨、だそうです。コナミはなんちゅうキャラを作るんじゃ。自社の主人公の敗北した姿の敵キャラとは、なかなかですね。ほんでこのシモンが強手先に進みにくい。タイミング合わせて降りるしかなさそうですね。当たってもうた。ダメージ3。めちゃ痛い。そしてコングしか越えられない壁に到着しました。ひとまずシモンを倒したいけど。2回被弾でこのダメージ？厳しいですね。コングに交代。コングジャンプ。強い。2発で倒しちゃいますね。コング強い。ほんと攻撃力が圧倒的。シモンの不意打ちを連続で食らっています。さすがに体力がピンチ。コングの体が大きすぎて通れないので、コナミマンに交代や。上にあるマントを取りましょう。あれ取ったら飛べるけん、行動範囲が一気に広がるで。
五右衛門さんでシモンを撃破。マント取ったら、一旦博士のところに帰りましょう。おうよ。マントゲット。ほんなら、そこの隠しワープで、帰りましょう。困難を子供の頃は知らんと思うで。どうやって見つけるんでしょうね。帰ったで。体力回復してもらいましょう。次行くで。マント使用しアイテム取りに行きます。どこでもドアドアいいですね。飛びますか？飛ぶぞ。いいね。主人公の貫禄。飛ぶ速さは徒歩と一緒や。飛行中に感知はできません。飛び道具は使用可能です。そういや、この辺から火の玉で寄ったな。火の玉通り過ぎる。天狗も出ますよ。おったおった。やば。優雅に飛ぶだけではダメなようです。普通にやり過ごせると思ったん。あかんかったか。また来ますよ。オフ。ちゃんと避けましょう。空中は安全ではなかった。対策あれば大丈夫です。ほな、アイテムのところまで一気に行くで。飛ぶのをやめている。地上もなかなかええもんや。さっき初めて飛んだのに。アイテム1個目のとこついたで。空飛んで、地上ギリギリを飛ぶ。え、どうしたん？これは、ほふ前進。ああえて飛ばせて、地上スレスレを進ませる。かがんで進めよ。といったツッコミを一切受け付けない力強さを感じる。はいはい、パワーアップカプセルついたで。パワーアップカプセルゲット。ちゃんと取れてますよ。マントも表示されとった。次は五右衛門さんの飛び道具ですね。のんびり実況前半戦で見た招き猫やな。カプセルの効果で忍者を一撃で倒せています。コングと同じパワー。到着です。五右衛門さんに交代。ゲット。試し撃ちや。素手で小判を投げつける。コナミマンたちの銃などと同威力です。銃と同威力の小判投げ。小判飛んできたでラッキー。などと思った次の瞬間、銃と同威力の破壊力で焦点。ほんなら、帰ろうか。博士のところに帰りましょう。いつもの隠しワープや。モンタで。博士。次も浮遊してアイテム取りに行きます。ヴァンパイア城。ドラキュラ城です。どこでもドアバックといえばドア。早速空飛んで雑魚を回避。でも、ここって、うわ。やはり空は安全ではなかった。コウモリはこのために配置されとったんかいな。さすがですね。ナイス配置。最初はコナミレディの飛び道具を取りに行こうかと。ヒートガンですね。コナミマンとの違いは貫通性能があることです。威力は五右衛門さんの小判と同じです。五右衛門の投擲力すごすぎやろ。ヒートガン見えましたね。雑魚を蹴散らして、はよう取りたいで。リフトがありますね。乗って操作するんかいの？わ落ちた。騙されましたね。ひどくない？おしゃかったのが五右衛門さんで助かったと思いましょう。コナミレディが落ちとったら、サイモンのところまでとんぼ返り。助かった。五右衛門さんごめんなさい。では、コナミレディで取りに行きましょう。ここは直帰し入らんと落ちては釈迦なんよ。顔や足が地面に触れると着地したと認識され、飛行が解除されます。いけたで。ヒートガンゲット。ゲット。上がるときは頭ぶつけてもいけるで。次は鎧取りに行きましょう。はいよ。いっぱい食らったけんマイキーに交代。空を飛んでショートカット。マイキーやとスライムもしゃがまんと普通に蹴れる。ボスっぽい雑魚です。ボスより鬱陶しい。さっさと鎧を取って退散しましょう。いや、ここはヴァンパイア倒して落ち着いて鎧を取りたい。頑張ってください。おお、めんどくせえ。そうなりますよね。捕らえた。やっと倒したで。さっさと取っておけば。よしとろう。どうぞどうぞ。鎧ゲット。スタートボタンで確認。これで全員の防御力が2倍にアップしました。風魔ステージが楽になるな。博士のところに帰りましょうか。隠しワープに向かうで。コウモリが邪魔。博士のところで回復してもらえますから。ダメージは気にせんでええか。これで重要アイテムは全て回収しましたね。攻略再開や。モンタで。とりあえず回復。五右衛門さんを復活してもらいましょう。ホイミレロレロで弾丸100発を支払い。風魔ステージへ再挑戦ですね。パワーアップした我々を見てもらおうか。早口限界突破。全員の攻撃力が2倍なので、雑魚も一撃で倒せますね。ふふ。我々は無益なセッションはやらんのだよ、ハーミリー君。その割には銃の準備をするんですね。怖かったん。ほれほれ、地面を走っておるわ。調子乗ってる。ごほ。パララ。
そういえば空を飛んでいる幽霊もいましたね。こいつね。ダメージ受けた。ハート欲しいやん。ノーダメージで取れました。しかし、浮遊していると安全、というわけでもなかったですね。結構手強いん。のんびり浮いて進めるはずじゃったのに。そうはいかぬ金玉。開発者さんたちも分かっていたようです。また敵と飛行スピードが違いすぎますね。避けるのは難しそうです。ですが、鎧の効果で思ったよりダメージないですね。助かりまくりや。鬼頭も一撃で倒せるようになりました。ここはめっちゃ楽になったな。コンボを使っていれば初めからこの気分が味わえたのですよ。それは言わない約束で。クックック。次の相手は誰だ？マリリス。マリリスは6本の腕と蛇の尾を持つ巨大な女性の姿で D&D のキャラやで。突然詳しい。ここも一撃で倒せていけるので被弾が格段に減りましたね。楽ちんやった。ここからは、あの強い幽霊と走る骨馬が出ます。出るんは勝っとったら対処は可能や。待ち構えて銃で撃つ。やはり一撃で倒せるのは、敵の強さの印象が全く違いますね。ほんまそれ。骨馬出現。快適じゃ。先ほどあれだけ苦労した場面が嘘のように。この瞬間のためにアクションゲームやっとるんよ。キャラの成長、できることの広がり、楽しいですよね。幽霊や。こやつだけはちゃんと対処。危なげなく処理。ここはこんな感じで終わりかな？そうですね。次行きましょう。次はシモンさんのエリアです。そこも飛んだら完全に平和な世界やけん。この動画の前半にいただいたハイカー貴重なコメント紹介でもしたいと思います。まずは1件目。ソロミエヤヘシミツンホウヒ。はぁ、ソロミエヤヘシミツンホウヒですね。コナミワイワイワールドのパスワードと思われます。それでは2件目。お疲れ様です。毎度、どうもありがとうやで。マーさんはマジ疲れているので簡単な一言でも励みになります。それでは3件目。コングの乳首を再現している紙ドットに感動した。目の付けどころがシャープやな。我々では到底たどり着けない境地へと誘ってくれたことに感謝です。それでは4件目。ハーミリーちゃんの声に毎回癒されています。コロネちゃんの囁きボイスも最高です。なんちゅうことを言ってくれたんや。こんな嬉しいコメントはもらったことない。マーさんの顔がユーザーの出した鮎の天ぷらを食べた京極さんになっています。さらに続きます。このゲームはマイキーとキングコングをコナミキャラって感じで出演させているのが好きです。子供の頃は何の違和感もなく受け入れてました。あのファミコンでコナミ出しとるもんね。そうでしたね。大して知識もございませんが、あの2本が映画原作であることは知っていました。が、それ以上のコナミのファミコンであることに意識が引っ張られていましたね。現実世界よりもファミコン世界の方が重要な子供やったけんな。視聴者さんからの温かいコメントは以上です。視聴者さんのコメントはいつも楽しみに読まさせてもらっとるけん。コメント読むの好きすぎるので100件ぐらいあるともっと喜ぶそうです。目指せ1000件。本当に全部読めますか？時にコロネよ。なんなん？ユーザーや京極さん一般常識みたいに話すのは控えた方が良い気がしますが。それはうちも注意しとるんやけどな。マーさんは機関士、みんな知っとるやろの一点張りよ。マーさんももっとチャンネル登録してほしくば、視聴者さんが広く頷ける話題をすべきですよね。ほんまに、変なチャンネルやで。全員の体力確認。ワイワイワールドに戻ったみたいです。コナミマンを回復やな。ゴエモンさん出番です。回復や。この上に行くと、ついに到達したで。コナミレディの貫通ヒートガンでやったろ。ボスです。コナミレディまずは浮遊した。雑魚が枠らしい剣貫通弾で一掃よ。ファーストアタック、自爆ですかね。ボスに反応なかったけん、スクロールせんとあかんを持って。ゲーム好きにありがちな思考。雑魚の処理がおぼつかず被弾。雑魚を貫通弾で一掃。しとる暇は、なかった。今チャレンジしているみたいです。雑魚が思った以上に硬い。5発もいった。コングステージの電撃マシーンと同じ硬さ。ひとまず雑魚を一掃したので連続ダメージを与えている。しかしコナミレディ、体力が限界か？そろそろやばい。ハート、だが小さい。ゴエモンさんに交代。シモンに変わりたい。チェンジでマイキーだ。間違った。ガチンコで応戦。で敵になんと楽しい。パチンコで頑張れマイキー。ここで真打ち、コングさんの登場だ。圧倒的破壊力。ジャンプで岩をぶつける。倒したで。頼む、助けてくれ。なんでちょっと情けないん。ボス倒したら風魔さんが仲間になりました。さっきのボスはコナミレディの攻撃で結構追い詰めとったみたいやな。そうですね。そしてこちらに風魔さんの飛び道具があります。手裏剣ゲットや。いつもの確認。体力はコナミレディ以外は余裕ですね。ほな、帰るで。マントがあるので帰りも飛行して余裕ですね。そうやな。
余裕の期間やわ。このエリアは月風魔殿のボスオンパレードだったようです。月風までやったことないけん知らんかった。シモンエリアまで戻りました。ここには隠しワープがあるので、博士のところまで帰れますね。って、どうしました？隠しワープはここですよ。シモン相手にシモンで行ってみよう。ちょっと待って。隠しワープ使いましょう。無知のリッチは同じみたいや。帰らないの？ここで中間ぐらいか。ワープあるよ。回り道するの？というわけで、隠しワープあるんをすっかり忘れて、無駄に自力で博士のところまで帰ってしまいました。コロネよ。へい。稀に私の発言が聞こえていないようですが、あれは攻略したい気持ちが先走り、周りが完全に見えなくなっている状態なのですか？へい。ならしょうがないか。到着しました。帰るで。持ってきたわ。博士ただいま。回復してもらいます。いつもの確認。ついに最後の一人ですね。行くで。迷いなく一直線。早口極まる。モアイステージです。この頃は、コナミといえばモアイ。そんな空気がゲームシーンにあったように思います。あったあった。今見ると、モアイ関係ないやん。コナミのキャラちゃうやん。そんな感想が出てきそうですが、それもわかる。当時遊んでいた子供に違和感はなく、モアイは間違いなくコナミキャラだったのです。ほんまはちゃんはわかっとるんやで。誰を使おうかな。マイキー。背の低さを生かしてマイキー。背の低さはここでは活かせません。そう言わずに。背の低さを生かしてマイキー。空中から。虫が案外手強いです。サソリも間合いが開くと弾を吐いてきます。雑魚で弱い。サソリが飛び道具を使うと脅威ですよね。安心できる雑魚がおらんくてむずいわ。下のようです。了解なのよ。下の敵は誘導弾を吐いてきます。できるだけ早く仕留めましょう。避ける無理。そうですよね。早く倒すしか手段はないと思います。岩や。風魔さんかコングさんの出番です。風魔で。交代後、突然に、素振りしまくる風魔さん。何があったのか？連付きのボタン押しっぱにしとるん。ボシボシをうるさかったらすまん。いえ、理由がわかれば。マーさん突然鬼連射始めたけどどうしたの？そんなことを思ってくれる視聴者さんもいるかなと。そんな人、おらんやろ。視聴者さん案外温かいですよ。また岩で進めんけん風魔頼む。岩を切って進むのは、思ったよりも手間がかかります。ほんで上から降ってくる灰色ボール。避けられるかどうかはほぼ運のようです。無理な時は無理や。ダメージも1やし、なんとか踏ん張るやね。越えました。下に進みましょう。はいよ。ここも引き続き岩で防がれていますね。風魔で岩を切りまくる。そちらは何もないですよ。一応調べたくなるゲーム好きの行動よ。わかります。ここからが少々厄介です。岩を切った先には、ちょっとした中ボス的存在がいます。深追いはしない方が良さそうですね。岩切って進むのに専念数は。キラキラ弾丸、取りますか？取る。まずはこいつを倒して。今回はおとなしくしてくれましたね。助かった。コナミマンで空を飛び取りに行く。100発弾丸デッド。目の前にあったら取らざるを得ない。再度岩に阻まれる。風魔交代。そうして、中ボスのような雑魚。今回はどうだ？逃げる方向で。追いかけてきた。今回は好戦的。迎え撃つ。撃破。すぐさま3体目。風魔やばい。マイキーに交代。パチンコセット。遠距離から片付ける。13発撃って仕留めた。慣れたらもっと節約できるな。中ボスっぽい雑魚敵はここまでのようです。よっしゃ乗り切った。次に行きますか。ちょっとその前に、全員の体力確認。風魔さんとマイキーが苦しいですね。コングはボスまで温存したいけんど、武器を持ったやつが相手なら、コングを使わざるを得ない。それ言わずにいられないんですか。こっからは空飛んでいくで、ヒートガンもセット。地形を見る限り、普通のキャラのジャンプでは超えられませんね。コングやといけるかもしれんけど、試す気はないわ。それにしても岩が痛い。ドタマに灰色ボール食らいまくりじゃ。宝箱開けますか。雑魚を始末してから。シーフの技能。岩を切れる貴重な風魔を回復。さらに空を飛び、進む。ここ
はちょっと危なすぎてジャンプで越える気がせえへん。飛んでいきましょう。火柱の演出も恐怖を誘う。コナミマンとコナミレディがおしゃかったらここを越えるのは相当難しそうですね。ヒートガンで雑魚処理。階段に到着しました。ヒートガンは外しとく。ハートが嬉しい。全員の体力確認。マイキーを回復しますか。そうやね。マイキー回復。ほんで岩切り職人フーマに交代。中ボスっぽいドラゴンが現れた。フーマの体力を削らねて回復したばかりですし。マイキーガチンコセット。遠距離から片付けたる。撃破。ハートようけ出た。マイキー全開しましたね。マジ助かる。手裏剣間違うた。弾丸3発使います。こんなところに必須宝箱。シーフの活躍の機会は多い。さっきフーマ削られた剣助かる。またドラゴン来ますよ。早めに交代。十分間合いを取って殴りたいが、少し懐に入られた。距離取れたで。キセルで殴る。撃破。回復も滞りなく。ええ感じや。しかし、ドラゴン部屋前の岩の中に隠されているおにぎりを取り忘れる。マジですか。効果はリリース。復活時の HP は全開。おにぎり強すぎやすか。強いですよね。コナミの人はおにぎりに特別の思い入れがあったのか。ちょっとお時間いただいて岩を切っております。この中にアイテムがあったことは知っているようです。攻略サイト3を見て知ったんやけど、モアイステージは初挑戦中なんやで。なんならフーマステージも初でしたね。そうやったけど、イウン忘れとったわ。輪っかが出ました。浮き輪かえ。イオンリングですね。モアイさんが仲間になったアトレート微道具です。原作のような超連射はできないようですが。あんな連射されたら弾丸が一瞬で底ついてまうな。本当にそうですね。ドラゴン撃破。昆布に頼りました。体力は減ってないですし、まだまだ温存できていますよ。ここで少々、風魔さんの岩切りをご賞味ください。全員の体力確認すると、岩が復活。もう一点岩を切ることに。シーフの技能でハート回収したかったのですが。蒸発。気を取り直してもう一度。急げ。早く。蒸発してま。手間取ってる？飛べ。飛んだ。ヤフー。無理だったか。まあ、先を急ぎましょう。すいません。虫がたくさん。ノーダメージは無理なやつ。結構やられちゃいますね。ここは諦めるしかないわな。片付けた。回復欲しかったですね。次行くで。再度ドラゴン出現。いい感じ。危なげなく撃破。割と回復できた。良いですね。次はどんな感じや。攻略サイトさんは見ましたが、初プレイなので、知らないステージを進むのは楽しいですね。一応初見プレイ。体力満タンのマイキーに交代。体の小ささを活かせる場所はもうないんかいの？しゃがみ攻撃しなくていいのが利点。落ちてくる灰色ボールを避けやすかったり。だといいですね。ないのか。わからないですが。へい。また岩ですね。風魔。はい。スパスパー。マイキーに戻る。モアイの4リングが襲いかかる。これやばい。こっちも飛び道具で対抗や。ガチンコで応戦。いくつかはなぜか後ろに打ってしまっています。このゲームはジャンプしてから振り返れんのよ。弾よけで後ろジャンプしてから前に打とうとしてまう。倒せましたね。ほな進もうか。手裏剣間違えた。弾丸の節約。剣で切っていく。またモアイいました。ああもう。ちょっときつい。昆布に頼る。コングさんバナナをセット。岩投げ。ハート出ました。コングのノーダメージ、維持できてよかったわい。上への階段ですね。上がりましょう。モアイ。まだ鍵がありません。ほんまそれよ。また逆を引いてしもたわ。戻ってボスを探すしかありませんね。へい。空飛んでモアイ倒す。曲が。ボスです。ボスもモアイ。想定の範囲内。全員の体力確認。戦うのはコングさんの予定。宝箱のハートはマイキーにあげよう。シーフの技能が使いすぎる。頼んだでコング。バナナセット。
ボスと対面前にダメージ。やりおる。本体とご対面。コングの圧倒的パワーを味わうがいい。連続ダメージ。これは圧勝の予感。大ハート。回復。倒しました。余裕やったで。鍵ゲット。モアイ助けに行こか。先ほど場所は確認しましたし、知らんと言ってもいただけな。埋まっています。鍵はどこで使う？足が生えました。ジャンプ力高そう。仲間にモアイ入団。浮き輪取りに行こか。4リングです。そう。それで。適当すぎませんか？ふひひひ。モアイが操作できるってなんかええな。できればグラディウスのように4リングをばらまきたいですね。ばらまきたい。ほなけど弾丸がな。ドラゴンと対峙。モアイで対抗。対空性能が高そうです。ゴエモンと同じじゃな。少々の間。モアイの岩掘りをご覧ください。浮き輪ゲット。4リングですね。試し撃ち。こんな感じか。すべて回収しました。博士のところに戻りましょう。隠しワーク使って戻るで。こんなところにあったんですね。自力で見つけれる自信ないわ。全員揃ったで。アイテムも揃いました。博士に回復してもらい、3番シャッターの具合を聞いてみましょう。聞いてみよう。ビッグバイパーは最強の戦闘機じゃ。これでワルダーを倒しに行くことができるぞ。改造終わっとる。やっとツインビーも飛べるようになった。ツインビーに乗ってワルダーを倒してきてくれ。修復も終わっとる。2機ありますね。ツインビーには悪いけんど、うちはビッグバイパーに決める。モアイさん乗り込む。シューティング面始まりました。当時のイメージでは、コナミといえばシューティング、などと個人的に思っとった。グラディウスのイメージが強すぎましたね。コンソレやな。赤い雑魚は倒しましょう。アイテム出た。スピードアップですね。ビッグバイパーやけど、パワーアップカプセルちゃうんかいな。アーケード版のサラマンダ方式です。縦スクロールですし、サラマンダを元に作られているのではないでしょうか。なるほど。納得や。先ほど取ったミサイルは誘導弾ですね。迷宮組曲のボグがある。違うゲームですね。なんならメーカーも違う。ゲームジャンルも違う。カセットの色も違う。形も違う。今なんかアイテム取った音がしたで。画面見てなかったんですか？見てへんかった。大丈夫ですよ。ツインビー用アイテムのボグです。ビッグバイパーでは関係ないので。ほなよかった。鈴から出るアイテム、全部ボグや。あれはツインビーのロケットパンチですね。ビッグバイパーで取っても装備されません。もうボケるにはめおったで。次のアイテムが欲しいの。具体的にはオプションが欲しいですね。スピード、ミスサーイ。ときたら、次はオプション。ほんでリップルレーザー。完全にグラディウス。言うとったらリップル来たで。ですが、この装備はツインビー専用ですね。リップルない？ないです。ベルを打ち上げすぎるとわからなくなりますよ。言われてみれば。レーザー出ました。サイクロンレーザーか。不満そう。グラディウス3で弱かった剣椎。おや？サイクロンレーザーが見えない。どうやらサイクロンレーザーが録画されていないようですね。ポンコツキャプチャーボードスマン。どこかのタイミングで裏返って表示されることを祈りましょう。視聴者の皆さん、申し訳ございませんでした。地上から宇宙へ出ましたね。ここからサラマンダステージかえ。そんな気がしますね。紙コンバンの理念のようなイメージでしょうか。サイクロンレーザー表示されましたね。助かった。一時はどうなることかと。また裏返って表示されないこともありますから、油断はできませんが。頼んだやで。スピード。これ以上はスピードいらんねん。なんでオプションが一つもないん？運が悪いですね。やはり運。得た。オプション。表示が安定しませんが。オプションついて攻撃力2倍になっとるんを。想像してご覧ください。バリアとオプション。ようやくやで。ビッグバイパーらしい装備。アイテムが出るまで遅かったですね。ほんまやで。これはもう、ツインビーのロケットパンチを、ボグボグとおいじりかましていたからですね。せやそれにしても似ている。迷宮組曲のモブと、間違えてもしゃあないって。おいじりしたくなる程度にはしゃあない。さて、シューティング面ですが、ここからもしばらくは平和な展開が続くんでしょうか？そうやね。岩場を抜けて宇宙出るまでは平和やね。それでは少し早送りをしましょう。隕石を抜けると。抜けると何がある？知らんのか？
BGM が、変わる。風が、止まった。お父様の身に何か、それは555や。ビッグバイパーの下を何かがすごい勢いで抜き去っていきました。ボスかな。敵が出てきましたが、中ボスかな。違いました。続いて雑魚がいくつか。まっことの雑魚やった。先ほどビッグバイパーを抜き去っていったものが見えてきましたね。骨みたいな地形。そんなに敵出てこんね。そうですね。こういう静かなんが続くときは、ボスの前振りやったりするよな。そうですね。今度こそ中ボス？あっさり撃破。まだ雑魚やった。左右から障害物が突き出してきます。サラマンダでこういうの見た。ささっとかわしました。それっぽいんが見えてきたで。顔かな？顔です。ワルダー。ワルダーでしょうか？多分ワルダー。紐みたいなんを倒す。超紐理論。ワルダーは正体を表した。これぐらいなら避けるのはわけないのよ。グラス E で泣かされた我々の敵ではない。もちろんアーケード版やで。中ボスっぽいの撃破。無茶よ、わかった。ボス本体に降り立ったモアイくん。そういやビッグバイパーはモアイが操縦しとったんやったわ。コナミマンに交代して内部に乗り込む。飛び道具もセット。主人公が先陣を切るで。ワルダーの体内。そんな感じするな。とりあえず空飛びたい。雑魚を倒してからの方が良いのでは。被害極小で飛べたけんど、雑魚も浮遊してくる。歩いて行った方が良さそうですね。ほんまそれ。行き止まりでした。下の階段じゃな。3発で倒せた。あれ？所詮は雑魚？バラ納豆も難なく倒す。見た目に騙された。普通に戦って進んだ方が良さそうですね。よっしゃ、先進もう。階段を下りましょう。コナミエディに交代。下から伸びてくるな。今のうまいですね。もちろんまぐれ。5発で倒せるようです。パワーアップカプセルで強化された蹴りでも5発。雑魚が硬すぎじゃろ。壁の役割のようなので、それよりもこのゲームで一番手強い敵が来ましたよ。ミスった。やばい。絡まれた。逃げれん。距離を取るのも難しい。助けて。ダメージ1ですが厳しい。ぐわいきなりピンチ。キャラチェンジ。誰を使う？マイキー。倒せた。再び。いきなりクライマックスやった。あのメトロイドみたいなのは要注意ですよ。メトロイド言わんの。確実に仕留める。止めどなく出てきます。もう絡まれるのは嫌。コンヌかモアイですと、一撃で倒せるので、対処しやすいかと思います。しやすい。連打キャンセルが効かんのが不安やね。格ゲーをつ。ヤフー。攻撃が当たらない。頭突き攻撃のリッチは長いが根元に攻撃判定はなく、同時に暗い判定も前に出るようでダメージレックラ。格ゲーを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 。というわけでコングに交代。コンヌに頼らざるを得ないですね。武器を持った奴らだらけや。武器？一撃で倒せて、パンチ連打のこの速さ。どう見ても最強。みんな大好きコングで進むことにしたわ。今までよく温存していましたね。なんなら今でも温存しときたい気分。ほなけど、このメトロイドが強いけ。メトロイドいった。巻き込まれて大惨事はぜひとも避けたいん。もうラストダンジョンやし使うしかないか。使うしかないです。そう思ったんよ。何者かの体内を連想させるこのステージ。飛び交う赤血球には攻撃が定まらず被弾しやすく、ほんまそれよ。ゆっくりと左右から忍び寄るメトロイドは、一度触れるともがいても離れず、大ダメージ確定。精神的にも来る。嫌顔でも丁寧に進まざるを得ません。あいつにだけは絡まれとうない。アイテムのハートが取れないのが地味に辛そうだ。デカハート。壁を倒す。コングなら3発。小さいハート。それでも嬉しい。丁寧な立ち回りでダメージは極小で済みました。運よくコングさんは全回復して次のシーンへ移動。何こいつ。邪魔で下れませんね。被弾しても行かざるを得ない。あれ？これはあかんやつか。コングさんの素振りが聞こえます。なぜか攻撃が当たらない。無視して進むべきやったか。背景に同化した敵がいた。さらに無茶な場所からも弾を撃ってくる。急いでコナミマン交代。急いで空を飛ぶ。急いどって飛び道具セット忘れた。急いだ結果無抵抗で攻撃を受けることに。無抵抗は嫌そう。魔法瓶ゲット。体力全回復。ここでも背景か敵かわからん敵に無抵抗にダメージを受ける。他のキャラの体力確認。コングさんはダメージ受けていますね。ラスボスまで温存しときたいのに、絶対回復してあげる。このナムコみたいなの最後まで邪魔されましたね。かすった。ダメージ1。よきよきと壁が入ってきました。回復のチャンスかも。何も出ず。次や。ゴエモンさんに交代。気分です。
小さいハットだが、間違っ。満タンの五右衛門さんが取った。次は気をつける。次も出た。よっしゃ。今回は、昆布さんに取らせた。回復したい。大ハート。昆布さん全回復。ボスまで温存や。コナミレディ君の強引なドリブル。敵おるん気づかんかったん。強敵のメトロイドもまとめて一掃。背後からも迫る。ほんといて。的確に対処。感じ。高い位置からのメトロイドに、五右衛門さんで対応。対空性能重要。シモンに交代。ミスか？ミスや。触ってしまった。やばい。ここに来てから見つかれた。マイキー頼む。大ダメージをお前に倒したいがどうだ？アーモン。小回りの利くマイキーでもなかなか倒せない。アーモン。壁が入ってきたが、もう構っている余裕はない。やけくす突破で。マイキー、ダメージを受けすぎてしまったが、どうする？交代せ。たまらず交代。下への階段が見えた。逃げろ。下に画面移動して逃げる。危なかったで。ほんとですね。ひとまず敵はいないので落ち着けそう。次は何が出てくる？ここはそのようです。中ボスや。ファーストアタック。モアイはしゃがんでも大きかった。避けれんかった。続き、やはりあの分かりやすい目が弱点なのか？いまいちわからん。メトロイド的なやつに似たような絡みつき攻撃をしてくる中ボス。アドリブ攻略中。パンチがうまく当たらない。コナミマンの体力が大きく減っている。交代や。コナミレディに交代。目玉が体に当たったがノーダメージ。どうなったん？敵弾のダメージは1。体当たり痛い。動き回るので安定したダメージを与えられない。掴みどころがない。高い足場で蹴り。体当たり食らう。コナミレディの体力も厳しくここまで。五右衛門さんに交代。対空性能に期待。中ボスに接近され、根元だとキセルが当たらない。リーチの長さがあだに。シモンに交代。ボス戦のスペシャリスト。十字架セット。投げまくるやで。やはりボス相手だとこれしかないか。めちゃ強い。逃げながら振り向かずにダメージを与えられる。防御面も完璧。投げる。投げろ。投げる。投げまくる。いっぱい投げる。蹴散らず投げる。上への階段が見えた。やばない。このまま行くと追い詰められるぞ。画面は G。画面端だ。間に合う。撃破。やったで。この上に登ると。そうやな。準備しとこうか。温存しとった昆布。体力も満タン。状況確認。シモン、フーマ、コング以外は危険ですね。交代中にお釈迦も十分考えられます。気をつけるやで。ラスボスです。背後からメトロイド5体。慎重に仕留めるで。上から加工してくるやつに気をつけて。上方向はジャンプせんと当てれんかったな。逆方向からも5体。これぐらいなら処理は簡単。左右交互に襲ってくるみたいですね。高い位置のメトロイドが厄介。危ないです。ヤフー。絡まれた。ラスボス戦開始20秒。もうあいつに絡まれて離れてくれない。キャラチェンジや。他のキャラに交代して対処したいが、体力が危険域のキャラが大半なので、お釈迦が怖くてまともに行えない。回復しとくべきやった。メトロイドから前を離せそうだが、すぐ追いつかれるん。ひとまずコングさんに戻す。大ハート。助かる。ここいらでボスにダメージを与えておくようだ。倒すで。翻ってメトロイドに対応処理。反撃。また前を離して振り向き攻撃。失敗。あさっての方向に虚しく飛んでいくいわ。今少し危なかったぞ。 4体目に絡まれるとこやった。すでにチェンジ。次こそ振り払いたい。行くで。ちょいや。渾身の振り向き聖剣も虚しく空を切る。厳しい。ひとまず素手でワルダーを殴るコングさん。まだ倒せんか？まとわりつくやつ倒すんは、もう諦めて攻撃に専念しようかな。それでもできるだけ倒した方が良いです。コングさんの体力も危険域に、誰かに交代しないとお釈迦だぞ。大ハート出た。しかし、体力のクリーチ。絶対来るで。カウント 2.99。回復間に合う。生きたで。周りの底、倒しといてよかったで。ハートを出すかもしれないので、それは見逃せません。ほんまやな。さらに大ハート。続いて小ハート。めっちゃ回復したで。これは、正気。撃破。やったで。警告。早く戻れ。ボス倒したら基地ごと自爆。なんかそうやって脱出するゲームは、割とあった気がする。それこそあれですよ。メトロイド。そうやった。スペースハンターも。あのゲームは、一面クリアするたびに、星ごと自爆やったな。サラマンダなんかも星ごと自爆してますね。ところで、このコナミレディは間に合いますか？なんせこの最終面も初見プレイ。間に合うかどうかはわからんけんど。常識的に考えたら、ある程度余裕を持たせて、クリアさせてくれるやろう。そう考えるのが普通ですが、なんせ、あのキューブラッシュを作ったコナミさんです。最後にキューブラッシュ並みのやつをぶっ込まれたら終わりや。ほなけど、これはファミコン。安心して見守ろうではないか。コナミレディが空を飛んで帰れるので、途中の穴のあるシーンも安心ですね。そういうことよ。それでは安心して、再生速度7倍です。
あと800カウント。なんか心配やけど、ここ上がったらビッグバイパーよね。ちょっと待って。そちらは行き止まり。せやん。ほんまや、行き止まりやった。本気で急ぎましょう。あと300カウント。コナミレディ着地。階段登る。急いで。駆け上がれ。あと100カウント以下。間に合った。ビッグバイター。乗り込め。いけたか？おやりましたね。エンディングは博士に報告してくれやとか1やる。回復してくれたで。いつものやつですね。どうなっとるん？間に合わなかったのでしょうか？間に合わんと全員をしゃかって聞いたけんど。ここでしばらく状況が飲み込めていないマーさんでした。全員の確認してみよか。全員生きてますね。サイモンのお世話になってへんで。脱出時の弾丸の数、現在の数と一致しています。震えてる。もう一個りゃ。ワルダ、再戦です。視聴者さんでこの状況がどういうことか、わかる方はいらっしゃいますか？もしよろしければ、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。2回目のワルダー戦。しょっぱなのメトロイドの処理をミスして、そのまま絡まれたけんど。運よく回復で繋いで倒せました。帰るで。また行き止まりに。記憶力がおしゃかな。これでもさっきよりはめっちゃ余裕あるで。2回目ですし。余裕の凱旋、階段登りも勇ましい。2回目でね。今回こそいけたやろ。まさかの脱出シーンを2回見る。こんな間抜けな実況動画、他にないんじゃないですか？ふひひひ。今度こそエンディング。これが真のエンディング。やっつけたで。2回目なので、なんだか閉まらないですね。お、みんなよくやってくれた。ワルダーを倒してくれてわしは嬉しいぞ。どうも。それでは皆揃ったところで、記念写真を撮ろう。記念写真いいね。おい、サイモン。サイモン出番あった。ヒッヒッヒ。わしがシナモンの弟のサイモンじゃ。玉の出番でこのセリフ。それでは今から記念写真を撮るぞよ。頼んだのよ。はい、チーズ。終わりましたね。やりきった。か。今回視聴者さんには、ラスボス自爆に巻き込まれた、か、どうか判断が難しい状態にお付き合いいただき、ありがとうございます。変なプレイ動画ですが、起こったことをありのままお届けするのがのんびり実況。少しでも視聴者さんに楽しさをお伝えできればと思いますので、今後ともよろしくお願いします。今回も長丁場やった。前半後半に分けて本当に良かったですね。ソロモン実況から連続3問の1時間実況動画。次こそは20分ぐらいの動画にしたいと、マーさんは言うとります。気づいてみればこの後半の動画、あんなに苦労したグニーズ2動画よりも長くなってますしね。わ、ほんまや。次こそはこのインフレ状態を止めてあげましょう。ほな、最後にこれ言うとこか。音声はボイスボックスを使用。コロネは四国メタンさん、カーミー、レイメイひまりさんを使用しております。ご視聴ありがとうございました。